皆さんこんにちは、ウプ主のシュラウドです。皆さんこんにちは、アシスタントのシュラミです。今回はこちら。アンテックの P20CARGB になります。ケース。はい、今回こちらのケースなんですが、2023年1月14日にアンテックから P20C というケースが販売となり、発売から4ヶ月で ARGB 版とホワイト版が5月20日に発売されました。今回は ARGB 版をご提供いただいたのでレビューをしていきたいと思います。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。それでは行ってみましょう。それではまずは今回発売された P20CARGB がどんなケースなのかホームページを見ていきましょう。こちらの P20C シリーズですが、アンテックの中でも数多くのヒット作を出した、パフォーマンスシリーズに属するミドルタワーパソコンケースになります。パフォーマンスシリーズ。頭に P がついているシリーズで、その昔、P180 っていうケースがあったのですがその派生の商品となります。アンテックといえば、静音というイメージがある方もいるかと思いますが、今回の P20C は静音だけでなく、ゲーミング感やエアフローまで兼ね備えたケースとなっています。今回紹介する P20CARGB には複数のモデルが存在します。まずはスタンダードな P20C、密閉型のソリッドパネル仕様の P20C、今回発売となった P20CARGB、そして真っ白な P20C ホワイト、となります。価格はそれぞれこんな感じ。一番安いもので13,980円、高いもので15,480円とそこまで差が大きいものではないので選びやすいかと思います。続いてスペックも見ていきましょう。対応マザーボードは eATX、マイクロ ATX、ミニ ITX です。eATX に関しては 330mm までなのでご注意ください。外径寸法は幅 220mm、奥行き 469mm、高さ 490mm で、重量は約 8.1kg。ちなみに外装パッケージは幅 281mm、奥行き 551mm、高さ 540mm で、緩衝材なども含めて総重量は約 9.32kg となります。まあケースって外箱込みだと結構重いわよね。シュラミちゃんなら片手で余裕ですね。どういう意味よ。それでは箱から出して中身を見ていきましょう。シュラララ。では箱から出していきます。こちらがケース本体となります。それではこのケースの細かい部分を見ていきましょう。まずはフロントパネルから、フロントの大部分はメタル製のカバーとなっています。その枠となる部分と取り外しができるダストフィルターは ABS 樹脂でできています。以前、エアフローの良いアンテックの DF700 フラックスというケースを使っていたのですが、フロントパネルがすごい埃まみれになったので、このケースも使い続けるとどうなるかも気になりますね。フロントパネルの左手にはイエローラインでその下にはアンテックのロゴが入っています。フロントパネルを実際に外してみたのですが、こちらは丸ごと取り外しができて、工具とかもいらずに全て出すことができたので、掃除などはしやすいかと思います。撮影しながら外しているのですが、片手でも簡単に取り外すことができました。ダストフィルターも上部のつまみを押しながら開くだけになります。フロント部分って開けるのに苦労するイメージがあったからこれはいいわね。ですね。続いてトップ面も見ていきましょう。こちらにも大きなダストフィルターが付いております。こちらもかなり大きいものなので通気性は良さそうです。スイッチ類は、電源スイッチ、LED スイッチ、USB 3.0 ポートが2つ、ヘッドホンとマイク端子、右端には USB 3.2 Gen 2 Type-C ポートとなっております。左側面は厚さ 4mm の強化ガラスでできています。右側面はソリッドタイプのパネルとなっています。後ろ側は一般的な形のものとなっています。ではケース内部も見ていきましょう。まずはマザーボードトレイから、装着部分は ATX 規格マザーボードの標準的な本数の合計9本のスタンドオフがあります。続いてボトムカバー。こちらの内部高は約 100mm となっているので、ケーブルマネジメントなどしやすいかと思います。ボトムカバー天板部には通気口が設けられており、このポジションには 120mm ファンが2基増設できます。ただこちらなんですが、ファンを固定する用のネジが付属されていません。ファンを追加したい場合は、別途ネジが必要となります。アンテックさんせっかく取り付けられるとこがあるならネジも入れてください。続いてはドライブベイを見ていきましょう。まずはボトム下のシャドウベイユニットです。こちらの箱にはケースの付属品が入っております。こちらのトレイは ABS 樹脂製でスライド式となっています。この字型のユニットは、シャー指定面のロック機構と2本のネジで固定式となっています。取り付け方はトレイに差し込んで使用するのが1箇所、もう1箇所がフレームの上側となります。最近は M.2 SSD を多く搭載できるマザーボードも増えてきましたが、大事なデータはハードディスクに搭載したいって方は使う場所になります。CPU クーラーメンテナンスホール下のエリアには、2.5 インチ専用のドライブ搭載スペースが用意されています。ここには 2.5 インチ SSD が縦置きで2台を並べて固定が可能です。SSD 固定用ネジを挿すことでマウントが完了となります。
続いては拡張スロットを見ていきましょう。こちらは ATX 規格のミドルタワーパソコンケース標準となる全7段仕様となっています。インチネジでシャーシに固定されており、標準なブリッジレスタイプとなっています。またケースの右側には VGA サポートステーが装着されています。最近のグラフィックボードはとても重いので、歪みから来る破損を防止する対策品となっています。こちらは電源搭載スペースになります。電源ユニットはケース下部に取り付けで、背面にある2本のネジを外して搭載する形となります。搭載スペースですが、奥行きは交渉値で 205mm までとなっております。実際に測ってみたところ、210mm 近くまでいけそうですね。仮にシャドウベイユニットを外した場合、410mm まで拡大します。そんな長い電源ありましたっけ？裏配線スペースも見てみましょう。まずはスルーホールが全部で5箇所あります。さらにボトムカバーの天面にも3箇所ありますので、結構いろんなところからケーブルを出すことができそうです。結束バンドやマジックテープを固定する場所もいくつもあるので、私みたいに裏配線が苦手な方にもやりやすいかもしれません。ということで、ここまでの内容ですが、P20C と全く内容が変わりません。ここまで長々話したのに。では P20C と P20CARGB の一番の違いを見ていきましょう。それがこちらです。どれ？いやだからこちらです。どれよ？こちらのフロントファンが ARGB 対応の PWM ファンとなっております。違いはそれだけ？それだけです。ではこのケースを使って実際にパソコンを作ってみたいと思います。シュラララ。ということで完成しました。なかなかかっこいいのができたんじゃない？それでは続いて電源を入れてみましょう。シュラララ。なかなか懐かピカゲーミングパソコンができたんじゃないでしょうか。確かにかなりピッカピカね。これはきっとコメント欄にパチンコ台っていっぱい書かれるわね。ではせっかく組んだパソコンなので少しだけ検証してみたいと思います。まずはシネベンチ R23 をやってみました。ケースはガラスパネルも閉めた状態で計測しております。今回はアンテックのボルテックス 360ARGB という簡易水冷を使っているのですが、ケースに入った Core i9-12900K を冷やせるのか見てみましょう。結果はこちら。こちらの簡易水冷ですが、ケースに入れた状態でもアイドルで23度とかなり冷えており、シネベンチ実行中でも最高で92度とかなり冷えてました。爆熱の i9 をここまで冷やすとはすごいわね。私もかなり冷えていてびっくりしました。続いては FF14 ベンチマークも回してみました。設定は解像度 4K で最高設定になります。ベンチマーク実行中の GPU と CPU の温度に注目して見てみたいと思います。CPU はそこまで使用していないのであまり発熱はなさそうですが、GPU は60度台で保っているのでボトムにつけたクーラーの効果がありそうですね。
確かにこれなら十分使えそうね。こちらが結果となります。RTX 3070Ti でも 4K で 60fps を超えてるならなかなか良いかと思います。ということで今回はアンテックから新発売した、新 KSP20CARGB のご紹介でした。あんた的には組んでみてどうだった？パソコンを組むこと自体はそんなに大変ではありませんでした。配線関係も私なりには綺麗にまとまったかなといった感じで作れました。ファンコンが全部で3つもあったのでちょっと苦労しましたが、フロントパネルも外しやすいし、掃除やメンテナンスもやりやすいかなと思います。ただ2点だけ難点だなと思ったのが、ボトムに追加ファンを取り付けたい場合のネジが付属していないのが1点。こちらはアンテックの P20CARGB のページなんですが、イラストでは GPU が縦置きされているんですが、縦置きする際のスロットがないんですよね。横向きのシャーシを全部外して取り付けるんですかね。実はこんなものも発売予定です。これは一体。なんか出たわね。今後対応パーツが出てくるのかもしれませんね。ということで本日はここまで。気になる方はぜひ概要欄から各ホームページをご覧ください。もしこの動画が少しでも参考になったら、ぜひ評価、チャンネル登録よろしくお願いします。ご視聴ありがとうございました。シュラララじゃんけん、じゃんけん、ポン。またねー。